自分は20年以上カリフォルニア州のロサンゼルスに住んでました。今のカリフォルニア見てますか？燃えてます。非常にひどいことに起きているので、それについて私の意見をぜひ言わせてください。スティーブ的視点のスティーブと言います。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。始まる前に、たまたまなんですが、7月の頭に私の初本が出ます。その本のタイトルを読ませてください。ついに始まったディープステートの崩壊と日本の危機。国を滅ぼす官僚、過激リベラル、グローバリストと国を愛する者たちの戦い。その通りの戦いになってるんですよ、カリフォルニアでは。今のうちにこれ止めておかないと、どんどん悪くいくことしかありません。4月の頭の発売予定ですが、今のうちに今もう Amazon の QR コードを入れておきますので、よかったらぜひ、予約を入れてください。たまたまなんですが、今日出すつもりであった動画は、なぜカリフォルニアからテキサスへ移住したということについて、今日動画も準備して編集終わって出す予定だったんですが、2日、3日、金曜日あたりから起きてる、今のロサンゼルスのことを見て、先にちょっとこれについて説明をした上で、次に明日でも明後日でも、その動画も出しますが、今の現状、今のカリフォルニア、今のロサンゼルス、ニュース見てるのでしょうか？日本でも間違いなく報道されてると思うんですが、正しく報道されてるのかということが私も気になって、アメリカ人、私、スティーブ、そして私の周りの人たち、今のロサンゼルス見てどう思ってるのかということを説明をする必要があるんじゃないかと感じました。まずはトランプ大統領。日本ではすごい悪いことしか言われない。嫌われている。いいことも一つもない報道の中で、実はアメリカの中ではそんなことありませんよ。嫌われている部分もあるんですが、トランプよりの人たち、私も含めてものすごくいます。トランプよりというのはアメリカよりということと同じことなんです。というのは、トランプが候補者の時に大統領になる前に、支持者の中でそれ一番強く感じているところは、この不法移民の問題です。バイデン政権の間に2100万人ほどの不法移民が南のメキシコとの間の国境とカナダとの国境といろんなところからアメリカにパーッと入ってきて、その人たちを強制送還をする約束したトランプを支持した人がものすごく多いわけです。その約束通り、最初の日からトランプ政権が毎日のように移民局の警察を利用してアメリカ国内いろんなところで犯罪者、性犯罪、殺人などなどの悪い人の順番で強制送還をどんどんやってることを見て、やっとありがたいことだということは、ものすごい感じているアメリカ人がものすごくいますが、今トランプがやってる強制送還やってるから、もちろん差別になる。もちろんこの大統領がアメリカを壊そうとしているとか、もうかわいそうな移民がアメリカから追い出されることしか報道しない。もうやり方が汚いんだよね。でもね、そのために彼が支持された。彼が選ばれたわけです。その約束は、国民に約束したことを今実行しているだけです。警察が現地にいて、犯罪者、不法移民、危ない人たちが行こうとすると、今度、デモ、抗議者、反対の人が出てきたりするんですよ。偶然ではないということもものすごく感じてます。なんとなく、金をもらって、組織的に動いている団体もいます。まずは、アンティファ。BLM ボードの時に行った奴らがまた動いてるんですよね。同じような作戦、同じようなことが起きてるんです。自分たちのルックの中にハマーが入ってたり、いろんなことがあったり、マスクがあったり、もうそのために出てきた。戦うために、街を壊すために、暴動を起こすために動いてる人たちがものすごくいます。もちろん一般の人もいるんですが、一般の人とこの人たちの違いが何？暴動を起こす、物を壊す、暴力
をすることが問題なんです。そこで国の警察がアメリカのどこに行こうとしても、移民局の警察がもう国レベルなんだから、何し、どのところに行く権利がありますが、カリフォルニア、前からその山火事の時からも私も言ってます。前の動画からも何回も言ってるんですが、あっという間に天国であったカリフォルニアがパーになったカリフォルニアはなぜそうなったの？民主党、過激リベラルのアホたちのできないこと、偉そうにみんなの前に立って、偉そうに言う、私たちの州民みんな守ります。不法移民という人がいませんって、ここに来てくれば、もう面倒見ます。全部やってあげますとかっていう人たちが実際に何もできない。山火事の時に水がない。山火事の時、その山の方の管理とか環境とか、環境って言いながら環境は全く関係ないって。あんなに燃えたロサンゼルス。結局同じできないニューソム知事、ロサンゼルスの市長さん、バス、全くできない人たちが、このデモが始まった時に、警察に何言ったと思う？動くな。何もするな。動かないでって。で、何もしないからこそ、どんどん悪化して悪くなって車燃やされたり暴力があったり落書き国のビルいろんなビジネスにガソリンスタンドアップルストアいろんなところに人が入って物盗んでガラス壊してあれしてそれでも止めようとしない優しいカリフォルニアだからねアメリカの憲法にデモをする権利があるんですよねありますが平和的に声を上げる。反対ということがあるんですが、街を壊す街を燃やす警察に唾をかけるそれはね、許していいのやっと、それはね、絶対許さない。許してはいけない。絶対許さない大統領が、この大統領、最初からは彼言ってます。警察よりの大統領。一方、カリフォルニア、バス、ニューソン、そうなんだけど、全く警察寄りの人たちではない。BLM の時から、ロサンゼルスの警察署はどんだけ人が辞めたのか、どんだけ人数が減ったのか、そしてスタンドダウン、何もするなということを受けて、で、トランプは大統領として動かないといけないんですよね。そしたら軍隊を入れることが当たり前なことじゃないんですか。今のうちにこれ止めないと BLM の時みたいに異常になることなんですよ、今は。ということを考えてください。トランプ、暗殺未遂何回起訴何回マスゴミに何回も脅されたことに何回も失敗だった。マスゴミも含めて民主党も含めて反トランプグローバリストたちがこの方をもう何年かもう数年前から脅そうとしていることすべては失敗したからこれはもう最後じゃないでしょうか。自分たちが暴れて街をまた壊して起こして移民のために動いてる移民のために移民よりと言って言ってるの移民は関係ないと思うんですよ今やってる人たちはアンティファに移民は関係ないよ物を壊すアメリカをも壊すトランプ大統領をなくすそれしかないって作戦は街燃やしながら暴動を起こしながら誰も普通の人ビジネスマンビジネスをやってる人たちが全部失う。彼らよりの人たちが誰がいるのか。こういうことを許される環境を作ったニューソム知事、バス市長さん、そして民主党、何も今の暴動暴力に対する一言も言わないことで許してるということになるので、アメリカ国民として許せない。トランプのこうだ、トランプのここが好きじゃないっていうのはね、あってもいいんですよ。別に 100% トランプよりっていう。あれじゃなくてもいいんですよ。でも、不法移民の問題、数十年、特にカリフォルニアはこうなってきて、正規投資、正規州になっているカリフォルニア、長年、こうなってきたんですよ。道で、他の国の旗を持ち上げながら、アメリカの旗に火をつける。アメリカの旗に足で踏んじゃったり、あれしながら、メキシコの旗を上げたりすることが何考えてるのか。
あれ自分の国にそんなに愛があるのであれば、戻ればいいんじゃないでしょうか。目をつぶって、これちょっと考えてください。東京の道に、大阪、どこでも日本の田舎でもいいんだけど、ある国、日本じゃない国の旗を持ち歩いて、日本の旗に火をつけて騒いでいる、ガラス壊したり、物燃やしたり、あれしたり、完全に日本をバカにしていることが見える。もし見えたら、自分は日本人の国民としてはどう思うか。とにかく反トランプだったら何でもあり。トランプがこれやろうとすると、その反対をするのも見えちゃう。これはね、もう彼らの最後にトランプを脅すためのチャンスだとしてこれ見てて、暴動などを起こしていて、でもトランプがもうすぐ動いて、軍隊などをロサンゼルスなどの街に入れようとしているんです。軍隊っていうのは、のイメージはアメリカ国民とアメリカの軍隊っての対立っていうのは誰も見たくないですよ。ただ、できない州、できない知事、できないカリフォルニアはやらなければ、国が動かないと、どん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 、ますますひどくなるし、広がるし、止まらない。それでまた BLM の時みたいに、それ以上になるでしょうね。それはアメリカ国民の一人と私の周りにいる人たちも、そしてテキサスにカリフォルニアから移住してきた人たちのほとんどが多分今こっちから見ると許せないことですよね。残念ですね。一つ言わせてください。アメリカはもう移民でできた国です。私のお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、みんな移民。もう私の周りにもう移民でアメリカ生まれじゃない人がいっぱいいるということがものすごいアメリカのすごい特別なところなんですが、合法的にアメリカに来た方と不法でアメリカに来た移民との大きな違いがあります。カリフォルニアの問題が今起きてきた問題っていうのは、つい最近の問題ではないです。これも長年。やっとこれ今もこうなってしまったんですが、長年続いてきた、いずれこうなるんじゃないかという、本当に見えたところなんですが、日本は今移民の問題いろいろありますよね。いろいろ不法移民、オーバーステイして日本から出ようとしない、難民申請などなどのことで日本に来てトラブルを起こしたりとかすることがあって、今無視して、いや、ほっとけば、どうなると思う？いずれロサンゼルスみたいな感じになると思いますよ。日本の警察も今以上に舐められたり、もっと舐められている問題を起こしたり、大きな犯罪、テロ、組織みたいなことになってもおかしくはないと思いますよ。陰謀論とかあれではないと思います。今のアメリカ、長年こういう問題が続いてきたカリフォルニアを見てください。同じようなことは日本でいずれ起きてもおかしくはないからこそ、今のうちに本当に日本より移民のどのこのじゃないんです。移民の差別に対する差別じゃないですよ。移民を入れるなら日本よりの人、日本をリスペクトする人、日本に合わせて来る人、日本人のようにやりたい人、日本の社会、日本の経済、日本の文化などをリスペクトする。そういうプラスになるような人たちじゃないと、よく考えてくださいよ。同じことになるのは、もう見たくないですよね。日本でも、アメリカでも。両国大好きな私としては絶対見たくないので。7月末に、名古屋に行きます。夏オートメッセ。いつも2月に行われるオートメッセ大阪なんですが、初めて4月末に愛知県のスカイエクスポで、イベントやるので、それ参加します。ぜひよかったらその時も、遊びに来てください。新商品もあるのと、そしてサイン会もやるのと、そしてトークショーのイベントもあるので、イベント中に、それにも参加する予定なので、よかったらぜひ、遊びに来てください。アメリカに今、トランプみたいな強い大統領、何も怖くない、有言実行があって、法律を守ろうとしている強い大統領がいて、移民は嫌いじゃない。どんなにああいうふうに報道されてもね、全然移民のこと好きじゃないわけじゃないんですが、法を基づいて不法移民、そしてその中に特に犯罪者などをやっぱり国から追い出さないといけない。日本にもいずれそういう強いリーダーシップが来るのでしょうか。
必要になってくると思うので、そうじゃないと、いずれ日本も今のロサンゼルスと今のアメリカみたいになっても、ということは心配しているので、愛国心、やっぱりね、国の愛している人と過激リベラルと腐った官僚、ディープステートとの戦いにこれからでなると思いますので、皆さん頑張ってお互いに手つないで、なるべくサムズアップ的にやっていきましょうね。よろしくお願いいたします。本の方をチェックしてね、QR コードを入れておきますので、初本なのでサポートの方とちょっと先に要約入れていただければ幸いです。嬉しいです。サムズアップ、じゃあ次回までよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。では失礼します。